動画を作っていると必ず必要になるのがプライバシーの保護です。ご自身の顔や個人情報といったもの、外での撮影においては他人の顔など見せてはいけないものが撮影していると映り込んでしまいます。そのようなプライバシー保護をするために必要なのがモザイク処理です。ダヴィンチリゾルブは超高機能かつ高精度なモザイクがかけられます。今回の内容になりますが、まずモザイクのかけ方を解説します。そしていくつかモザイクには種類がありますので、その説明を行います。そして動く物体のモザイクのかけ方について解説し、最後にその動く物体に対して追跡するトラッキングなんですけども、トラッキングが難しいケースがありますので、その対処法についても解説を行っていきます。本動画を見ることでモザイクの使い方をマスターすることができます。ご自身の動画で必ずモザイクを使う場面っていうのが出てきますので、ぜひ最後までご覧いただき、モザイクのかけ方についてぜひ習得してください。はい、では解説の方入っていきますが、その前に準備として概要欄にある素材のデータをダウンロードしてメディアプールの方に配置を行ってください。こちらですね。で、今回カットページで行いますが、エディットページでも作業は可能です。どちらか好きな方を選んで操作を行ってください。素材のデータをタイムラインに配置します。で、この動画少し長いのでトリミングして短くしたいと思います。はい、まず最初この赤い女性ですね。この女性が出てくる前のところでカットをしたいと思います。キーボードの左右のカーソルを使って1フレームずつ調整することができます。はい、まずこの辺りですね。1秒9フレームのところでカットを行います。この前の部分をカットしますので、Windows ですと Ctrl+Shift 鍵マークのキーですけども、Mac の場合は Ctrl+Shift で鍵マーク。これを押すことで、はい、前方のトリミングを行うことができます。はい、続いて最後の方もカットしたいと思います。はい、この女性がフレームアウトするところ、ここで切り取りをしたいと思います。はい、ここですね。3秒29フレームのところ、ここでトリムカットをしたいと思います。同様にコントロールシフト鍵マーク、逆の鍵マークですね。で、Mac はコマンドシフト鍵マークになります。これで動画の長さを調整することができました。この素材データに対してモザイク処理を行っていきます。まず、こちらの看板ですね。こちらにモザイクをかけていきたいと思います。で、モザイクの処理はカラーページで行います。ですので、下のカラーページですね。こちらのカラーのアイコンをクリックしてください。で、まず、適用したいクリップが選択されているかを確認してください。今回はクリップ一つですので、間違えることはありませんが、クリップが複数ある場合は、違うものが選択されている可能性もありますので、こちら必ず確認を行ってください。で、こちらクリップとかタイムラインが表示できるんですけども、この右上のところですね。こちらにボタンがあります。はい、こちら表示されてない場合には、このボタンを押して表示させてください。で、確認できましたら、今度はノードを追加します。こちらノードエディターの領域になりますけども、こちらにノードを追加します。基本的には一つのエフェクトに対し、ノードを一つ追加していくという考え方になります。で、そのエフェクトを追加するために、ノードを追加していってください。はい、ではこのノード01って書かれてますけども、これを選択しまして、右クリックで、ノードを追加、シリアノードを追加を選んでください。そうしますと、02とついたノードが追加されます。で、こちらもショートカットキーがありまして、Alt S、Mac の場合は Option S を押すことで追加することができます。はい、そうしましたら、こちら再生ヘッドをですね、移動させて、今表示は拡大されてますけども、こちら適用っていうところを選ぶと、このように全画面表示することができます。はい、再生ヘッドを移動させまして、この看板が他の被写体と被らないところに移動して再生ヘッドを持っていってください。はい、この辺りにしましょうか。22フレーム目になります。そしてこの看板のところにモザイクをかけるためのマスクを作っていきます。その方法ですけども、こちらアイコンが並んでいますけども、その中にウィンドウというのがありますので、これをクリックします。
でもこれすでに表示されてますけども、このように他のを選ぶとこのように変わります。ウィンドウを選んでいただいて、こちら、ウィンドウの画面を出してください。で、こちら、マスクする形状っていうのが選びます。で、今回この看板ですけども、多角形の形状になりますので、多角形が使えるこちらですね。カーブと呼ばれるものを追加していきます。これをクリックしてください。そうしましたらですね、このビューアーの左ですね。こちらアイコンがありますけども、これをクリックして、パワーウィンドウですね。これが選ばれていることを確認してください。もしオフになっていたり、他のものが選ばれている場合には、こちら、パワーウィンドウを選んでください。そうしましたら、看板の周りをクリックし、覆うように多角形を作成していきます。このように囲うように作っていきます。で、作った後もこの頂点のところですね、クリックするとこのように調整することができます。で、このラインの途中でクリックすると追加することもできます。で、いらない頂点に関しては頂点をクリックしてデリートキーを押すと消すことができます。このように調整を行います。はい。で、ちょっとこちらノード2番目を見ていただくと、このようにマスクされているのが確認できると思います。はい。このマスクしたところですね。ここにモザイクをかけていきます。で、エフェクトライブラリを開いてください。今これ開いてますけども、この右上のエフェクトっていうところですね。これを押すと、エフェクトの一覧が出てきますので、この中の Resolve FX Blur。これがモザイク系のエフェクトになります。はい。今回このブラー加工ガウス。これを適用したいと思います。はい。クリックしてドラッグ&ドロップでこの2番目のノードに適用を行ってください。そうしますとこのようにブラー、ぼかしですね。ぼかしの入ったモザイクが適用されます。で、ノードのところですね。見ますと、このように適用したエフェクトですね。それの調整をすることができます。こちらお好みでパラメータを調整して、このモザイクのかかり具合を調整を行ってください。はい。では、他のモザイクに変えてみたいと思います。はい。ライブラリをこちら選んでいただきますと、この選択画面に戻っていきます。これらがすべてモザイク系のエフェクトになってるんですけども、はい。そうしましたら別のやつ適用していきます。はい。そうしますと、このようにモザイクの種類が変わります。パラメータもそれぞれありますので調整しながら使ってください。それぞれ適用した結果、この後紹介したいと思います。見ていただき、気に入ったモザイクあれば使ってみてください。ただしこのレンズ、ブラーレンズだけですね。これだけは有償版の機能になっています。無料版でも一応確認することはできます。しかしながら拡大してみますと、このように点が表示されてしまいます。これを有償版にするとこの点が消えることになります。はい。では戻したいと思います。ライブラリを選択して、再びガウスを適用します。はい。こちら再生してみるとわかると思うんですけども、はい。このようにモザイクが固定されていますので、動きについてってくれていません。そこでトラッキングを行って、この動きに合わせてモザイクも移動させたいと思います。はい。再び22フレーム目に戻ります。で、今度はこのツールのアイコンのところ、この隣ですね。トラッカーと言われて、物体を追従して追いかけてくれる。トラッキングを行う。そういった機能のアイコンになります。はい。こちらクリックしてください。そしてですね、こちらチェックボックスがありますけども、パンとティルト、ズーム、回転、3D とありますけども、どのように追跡を行うかっていう、そういったモードになります。パンというのが移動になりますので、これは必須のチェックになると思います。で、ティルトというのは傾き、ズームというのは拡大縮小、で、回転、で、最後 3D となってまして、これは立体的に追跡を行うか、そういったモードになります。で、まずはこの全部ついている状態でやっていただいて、もしうまくトラッキングできない場合、こういったものを入れていくと、このマスクが
物体に合わせて変形していきますので、その辺が気に入らない場合には、不要な設定を外していってください。形状が変わらない場合にはパンだけでもいいと思います。傾きとか回転、ズーム、そういったものを追従させたい場合には、このチェックボタンを入れていってください。はい、ではトラッキングを行います。その操作は簡単で、こちらですね。順方向、逆方向にトラッキング。このアイコンがありますので、これをクリックしてください。はい、そうしますと、すべてのフレームでこの解析を行ってトラッキングをしてくれます。では再生してみたいと思います。で、P ボタンを押すと全画面で確認することができます。で、再び P ボタンを押すとこの画面に戻ってくることができます。今回はこのまま再生して確認したいと思います。このように看板の形を追いかけてきれいにトラッキングしてくれているのがわかるかと思います。このようにかなり優秀なトラッキング機能がついています。おそらく他の無償の動画ソフトや、有料版もそうですけども、ここまでしっかりした機能があるっていうのは、ほとんどないかなと思います。これが無料版で使えるっていうのは、すごいことかなと思います。はい、では続いてですね、追跡が難しいモザイクの描き方の説明をしたいと思います。はい、再びちょっと再生してみたいと思います。はい、今度はこの女性の顔ですね。これをトラッキングしてモザイクをかけたいと思います。しかしながら、ちょっと戻しますけども、はい、ここで一瞬、この男性と交わって顔が見えなくなってしまいます。で、このような状態ですとトラッキングがうまくいきません。ちょっとこれ実際にやってみたいと思いますけども、この対処法を説明したいと思います。はい、では、ノードを追加したいと思います。Windows の場合は Alt+S、Mac の場合は Option+S を押してください。そうしますと、03というノードが追加されます。こちらに対して、この女性のマスクを作っていきたいと思います。はい、で、03を選択していただいて、はい、そうしましたら少し戻りまして、このように女性がしっかり顔が識別できるところ、コントラストがあるところのフレームを選んでください。今回この21フレーム目にしたいと思います。はい、同様にウィンドウのアイコンを選択していただいて、今度は人の顔ですので、この円形で十分かなと思います。ですので、この円形をクリックしてください。で、もし複数マスクしたい場合には、こちらですね。この上に追加のボタンがありますので、追加すると、この円を2つ追加したり、他のカーブとかポリゴンを追加したり、そういったことができます。なので、人がたくさんいる場合には、このように追加していっていくと良いと思います。では、この円を適用していきます。この女性のところ、顔を中心に、はい、これちょっと拡大します。拡大はスクロールで拡大することができます。はい、そして右クリックをしながらドラッグすると、このように移動することができます。はい、拡大して、うまくこの女性のところ、適用するように調整を行っていきます。はい、調整できました。ちなみにこの二重に円がありますけども、外側の円は何かというと、ソフトネスと言われて、マスクをこう段階的にかけていく。そういった効果を入れることができます。この画面上で調整してもいいですし、この下のソフトネスの値、これを調整してもどちらでも大丈夫です。これお好みで変えていただければと思います。そうしましたらエフェクトライブラリを開きまして、今度はですね、ブラーのモザイク、これを適用したいと思います。ドラッグアンドロップで適用します。そうしますと女性の顔に対してモザイクがかかります。はい、では画面を全体表示にします。Z を押すと全体表示に戻すことができます。そうしましたらトラッキングしていきます。トラッカーのアイコンを押していただきまして、フレームが正しいことを確認しまして、ここで同じように順方向&逆方向にトラッキング、このアイコンをクリックします。そうしますと、見ていただくと分かると思うんですけども、最初は正しくトラッキングできてるんですけども、この男性と交わった後ですね、この後追跡ができなくなって、今度はこの男性の方を追いかけてしまっています。これを修正していきたいと思います。ここの男性と交わるタイミングですね。
フレームで言うと1秒7フレームのところになりますが、ここでですね、今度はこちら、フレームを選んでください。このフレームを選ぶと、キーフレームを設定してフレーム単位で調整することができます。そうしましたら、今のこの再生ヘッドの位置ですね、ここから後ろに対してドラッグ&ドロップで領域を選択してください。で、この点々点のところをクリックしまして、選択したトラックデータを消去。これを選んでください。そうしますと、この再生ヘッドの位置の後ろ側ですね、選択したところのトラッキングデータをクリアすることができます。この状態で修正を行っていきたいと思います。はい、そうしましたら、はい、男性と交わるところですかね。はい、ここでキーフレームを設定してください。キーフレーム設定はこちら。ダイヤのマークありますので、これを押すとキーフレームは設定されます。設定するとここに白いマークがつきまして、これはキーフレームなんですけども、キーフレームは設定されたことになります。はい、そしてキーボードの右を押してください。1フレーム進めます。ここからしばらくモザイクをかける必要がないので、このウィンドウをですね、画面の外側に出してください。でもしちょっと画面が途中で切れてしまっている場合には、縮小してください。そして、この画面の外側に持っていってください。そうしましたらですね、また拡大してもらって、再生ヘッドを進めていきます。今度この女性の顔が出るタイミングの直前ですね、そこに移動しまして、ここでキーフレームを設定します。そうしましたら、カーソルを右を押して1フレーム進みます。ここでウィンドウを女性の顔のところに持っていきます。で、これ何をやってるかというと、男性がこう交わってる間ですね、この間をモザイクをかけないようにするために一瞬外に追い出して、でまた再び出てきたタイミングで戻してあげると。そういったウィンドウの動きを入れています。はい、そうしましたら、もう少しフレームを進めていきます。はい。完全に女性がこう顔が出る瞬間でいいと思うんですけども、1秒19フレーム目のあたりに移動してください。そうしましたら、こちら、ウィンドウを女性の顔のところに持っていってください。ちょっと説明抜けていましたけども、このウィンドウを移動させると、キーフレームは自動的に追加されます。ここまで来ますと、女性の顔がしっかり見えているので、トラッキングができる状態になります。はい。で、ここからトラッキングを継続したいと思います。で、先ほどこのマークのトラッキングをしましたけども、この隣にある順方向にトラッキング。これを押すと、今あるフレームから後ろだけをトラッキングしてくれます。これを押してトラッキングを進めていきたいと思います。はい、トラッキングはありました。で、最後だけ少しトラッキングができなくなって、ここに留まってしまっているという状態ですので、ここを同じように調整していきたいと思います。そうしましたら、女性がフレームアウトする直前あたりですね。ここでキーフレームを設定してください。そして女性の顔が完全に画面から出た状態のところ、そちらに再生ヘッドを移動させます。この状態でウィンドウを完全に外側に持っていきます。で、このままですとトラッキングデータが残っているので戻ってきてしまいます。ですので最後のフレームに移動させていただいて、これもウィンドウの外側に出してください。これで完成していると思います。はい、では確認したいと思います。はい、ちょっとこのウィンドウの枠が邪魔なので、こちらを押してオフにしたいと思います。では再生してみたいと思います。はい、このようにトラッキングの方を無事修正できました。以上、モザイクの入れ方すべてお伝えしました。この方法が使えるようになれば、どのようなものでもモザイクを入れることができるようになると思います。ちょっと難しいところもあったと思いますので、繰り返し見ていただき、練習していただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画が参考になりましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。